皆さんこんにちは。先週はレーザーテックで日本株をグローするような動きが見られましたけれども、今回の動画のテーマは連続増配、過去最長の記録を持つ銘柄として知られる花王。こちらの銘柄で今週の頭に不自然な動きが見られたことをご紹介したいと思います。今年からは新しいNISA制度も相まって高配当あるいは増配を継続している銘柄に注目が集まりますけれども、花王に関しては34期連続増配と継続年数ではトップの銘柄となっています。これだけ長い期間連続して増配できる秘訣と業績、この関係性を簡単にご紹介するとともに、今週の頭に見せた株価の動き、先週末の時点では7000円を超えていた株価ですけれども、週明け10日から特段ニュースも出てない中で 4% 近く下がる局面となりました。このトリガーを引いた証券会社というのが、こちらはゴールドマン・サックス。ここを中心として花王を取り巻く約1ヶ月間の動きというのが非常に不自然だった。そもそも花王というのは半年間の推移ご覧いただいても、業績の底打ちをきっかけに、だんだんと株価回復している局面だったにもかかわらず、急なゴールドマン・サックスの足かせ外しによって株価の上昇が一段落してしまったわけですけれども、この水準感、買い手としては魅力なのかどうか考えていきたいと思います。特に花王から大きなニュースがあったわけではなく、週明けの6月10日にゴールドマン・サックスが投資判断の引き下げを行った。具体的には、目標株価7000円を7100円わずか引き上げるわけですけれども、一方で格付けのところですね、推奨に関しては買いから中立に引き下げたということで、これが影響して株価が 4% 弱下がってしまったということですね。レーティング引き下げながらも目標株価を引き上げるという動き、ここから見てもわかるようにゴールドマン・サックスの業績予想自体は今後24年から26年にかけて売上高や各利益水準ともに予想を引き上げてはいます。従来の予想から売上高で約 1% 弱、営業利益や純利益で 1.5% 程度の引き上げ幅となっていますけれども、1株当たりの配当については従来予想と変わらずに今後3年間は2円ずつの増配を継続していくと予想されています。レーティングは引き下げているけれども業績の見通し自体は悪くないと、具体的な内訳を分析していきますと、まず過去まで遡った時の利益水準の推移をご覧いただきますと、マーケットが織り込んでいる EPS、1株当たりの利益というのがどのように推移してきたか、約8年間、それぞれの時点で先行き3年間ほど利益水準が予想されているわけですけれども、各年度の線の終点ですね。そこがほぼ実績値に当たるわけですが、2020年コロナのところを境に、2023年度にかけて一気に業績が悪化していっていますが、紫色の2023年度前期を底打ちとしてグレーや赤のライン、今年度や来年度、利益水準というのは上向き方向になっている、底打ちの兆しを見せているというのが、花王に対するマーケットの一般的な見方の体制となっています。また冒頭申し上げたように配当に注目が集まる銘柄ですけれども、1株当たりの利益と配当の推移をご覧いただきますと、コロナより前の2010年代後半というのは非常に1株当たりの利益、ベージュ色の棒グラフですが、これが非常に急拡大した。その中でも配当額というのは一定割合で増配してきてはいますが、利益水準ほどは増やしていない青の棒グラフの伸びですね。ですのでこの2つの棒グラフの比率を取った緑の線というのが配当成功になるわけですが、利益が急拡大している中で配当の拡大というのは抑制的に行ってきたので、この2010年代後半の配当成功というのは低い水準に落ち着いてくる。これがだいたい下限のところで 40% 前後ということなので、最低限の配当成功 40% は維持しつつも、利益が伸びたからといって配当を無理くり出すという政策は取らないといったような傾向の銘柄です。このコントロールの仕方がうまくいったと言いますか、事後的にやっておいてよかったなというのがこの後2020年コロナショック以降ですね。利益水準が今度は急速に縮まっていく減益になっていったわけですが、そういった環境の中でも配当金額を維持できた、増配を続けることができたというのは、これより前の利益水準拡大の局面で原資を残しておいたことですね。これが構想して34期連続の増配を維持することができている。特に2023年に至っては、
1株当たりの利益が100円程度まで落ち込んでいるにもかかわらず、配当に関しては150円を出している。緑の線グラフ、配当成功に関しては一時 150% を超える、あまりに出しすぎな水準でしたけれども、これも花王の中では一時的な要因と、そして事前に蓄えてきた原資が積み上がっていたために行える技ということで、2024年度、今年度に関しては再び利益水準が回復するという見込みのもと成し得る配当政策なわけですね。また先ほどゴールドマンサックスが利益水準を約 1.5% 増額するという予想を変更したと申し上げましたが、すべての部門が従来の予想よりも引き上げられたわけではなくて、特に大きな4つの部門の中でも一番上のハイジーンリビングケア、ここが一番伸びると予想が修正されています。また一番下のケミカル、この部門もわずかですが増額。一方で真ん中のヘルス&ビューティーケアや化粧品に関しては従来予想よりも減額されていると、あまり伸びが今後期待できないというふうに見られています。具体的に各部門の売上を積み上げグラフにしたときに、寄与度が大きいものをご覧いただきますと、2023年、24年以降ですね、一番伸びが期待されているのはこの一番下のハイジーン&リビングケア。最も大きな構成割合を占めているとともに、今後の伸び率が一番期待されている部門です。また一番上のグレーのところですね、ケミカルに関しても今後伸びがある程度期待されている。このあたりの部門が花王の業績底打ちして今後回復成長していくにあたって注目になってくる2部門と言えるかと思います。具体的にハイジーン&リビングケアというのはどういった事業かと言いますと、医療用、食器用洗剤であったり、おむつといったサニタリー用品ですね。一番皆さんが花王の製品で日常目にする機会が多い商品セクターかと思います。一方、ケミカルに関しては消費関連で直接目にすることはあまりないかと思いますが、企業向けあるいは農薬といったところ、特に一番下ハードディスクや半導体関連の分野、花王にとどまらず業界として科学は当チャンネル決算関連の動画でも再三申し上げましたが、前期非常に苦しい1年、業績が最も伸び悩んだ業種となっていましたので、今期以降の回復実現できるかどうかというのが非常に注目されてくる分野かと思われます。ということで、ここまでいかに花王が安定的な配当を出せるような政策をとっているか、そして今後の業績見通しというのを簡単にご紹介しましたけれども、ここまで聞くとおそらく皆さんゴールドマンサックスのレーティング判断引き下げに反して NISA 枠で投資するにはぴったりの配当関連銘柄ではないかと感じたのではないでしょうか。まさに業績の底打ちをきっかけとして株価としては非常に高い水準まで一度上がってきたわけですけれども、7000円という株価水準ですと配当利回りとしては 2.5% 程度とそこまで高くないように見受けられます。ただ後半ご紹介するゴールドマンサックスの不自然な動き、これをきっかけとして若干ですけれども株価水準が押し下がってきた。これが花王を長期保有するにあたって魅力的な水準に見えてくるというその理由をご紹介したいと思います。不自然な動きというのをまずイメージ図でご覧いただきますと、時間軸5月9日から6月11日までの約1ヶ月間、一番最初5月の9日のところで花王は今期の第一四半期の決算を発表しました。これが前半申し上げた通り、非常に順調な業績、2024年度は業績回復の最初の道筋になるというふうに捉えられた5月31日にかけてですね、各証券会社は花王の業績見通しについて良好だと決算に対しても高い評価を与えました。そんな中で6月の10日に唐突にゴールドマンサックスがレーティングの引き下げを行ったわけです。しかしこのタイミング、実は6月11日に花王が各証券会社の担当者、アナリストを呼んで、業績あるいは今後の見通しを説明するミーティングを開く日となっていました。この前日にわざわざレーティングを引き下げた。これがいかにも不自然なわけです。6月11日の花王によるミーティングにおいては、各証券会社とも内容を聞いて再び高い評価、業績見通しの良好さというのを再確認できたというようなレポートを出している始末ですので、この6月10日のゴールドマンサックスの動きは非常に浮いているわけです。さらにその動きを裏付けるかのように6月の6日以降、わずか2営業日ですけれども、ゴールドマンサックスを仲介として空売りの業者が動いていた兆しが見受けられます。
この一連のイメージ図、経緯というのが、先ほど冒頭でご覧いただいた花王の株価推移に非常に沿っていると、そういった裏の話をこれから具体的なデータとともにご覧いただきたいと思います。さてまず各証券会社の動きですね。花王の決算から6月11日の証券会社担当者を対象としたミーティングにかけて、ご覧のようなレーティングあるいは目標株価をつけているわけですけれども、最新のレポートを出した日付というのが書いてある。それが5月の9日の決算以降、あるいは6月の11日にミーティングに参加した証券会社に関しては、評価を更新、再確認しているといったような状況。この中で唯一真ん中の6月9日に営業日ベースだと10日ですけれども、ゴールドマンサックスが唯一レーティング引き下げ、中立の左のところに赤矢印ついていますけれども、これが引き下げのマークですね。このわざわざ間隙を縫って下げてくる意図というのは何なのか。そもそもゴールドマンサックス以外の各証券会社、5月の前半決算発表したところから6月の11日にかけてまでですね、非常に各社ともいいレポートを出していたと。その中で彼ら各証券会社はゴールドマンサックスに言い方悪いですが出しにされたわけです。決算を受けて各社とも花王に関しては今期第一四半期良好な決算、順調な滑り出しということで、具体的には値上げや数量増が両立していて競争優位性が示されている。あるいは構造改革の効果、コスト改善といったところが注目を集めています。また5月の後半に関しては、第一四半期の決算内容を精査した上で、各社レーティングの変更に関しては大きなものありませんでしたけれども、目標株価の情報修正、実際の花王の株価自体が大きく上がってきていますので、それをこの業績予想の変更とともに引き上げてきたといったところが目立ちます。そして最後に一番右側、モルガン・スタンレーが6月の月初に目標株価の増額を行ったのを見届けると、11日の花王社長によるミーティングの1日前、6月10日、この営業日を残すタイミングで週末にゴールドマンサックスがレーティングの引き下げ、それも理由が業績云々ではなく株価上振れ期待なしと、実際の花王の株価が7000円まで到達したので、目標株価一段落ということで、これ以上は上振れしないよと、そういった理由でレーティング、各社の間隙を縫って出しにする形で下げてきたわけですね。そして6月の11日に予定通り、花王と各社の業績見通しミーティングが行われて、はい、改めて見通し良好ですねと。しかもその中にはゴールドマンサックスも当然含まれていて、改めて11日のミーティングを受けて出してきたレポートなんかには、構造改革進捗の自信を確認、マーケティングコスト拡大の利益押し上げ効果に注目と、なんならポジティブなレポートを出してきているわけです。出しにされた証券会社の動きをご覧いただきますと、例えば大和証券、白の線、花王の実際の株価と黄色の線が証券会社の目標株価ですね。レーティングは買い推奨。最後に目標株価を引き上げたのは5月末となっています。足元7430円ですね。同様に SMBC 日興の目標株価推移はこちら。レーティングは同じく買い。こちらも最後に目標株価を引き上げたのが5月末となっていて、さらに高い8100円を目標としています。そしてモルガン・スタンレーですね。最後に目標株価を引き上げた。こちらに関しては7900円となっていますけれども、ゴールドマン・サックスと同じ外資のモルガン・スタンレーが最後に目標株価を引き上げて、6月の頭ですね。これを最もターゲット出しにする形として、わずか2営業日後、レポートを引き下げてきたわけですけれども、実はゴールドマン・サックスのバックにいる空売り、もしくは自己勘定の可能性もありますが、それが動き出したのはゴールドマン・サックスがレーティング引き下げをする前、このモルガン・スタンレーが目標株価を引き上げたタイミングとほぼ同じだったんですね。それがわかるデータというのがこちらになります。これは何かと言いますと、ゴールドマン・サックス社に対する花王の株のレンディング、貸し出し株数がどれくらいになっているかというグラフです。赤の実線が花王の株価、そして青の棒グラフというのがゴールドマン・サックスに対する ETF からの貸し出し数量。この日時の変化ですね。真ん中より上に出ていれば貸し出し数量がその日積み上がっていますよ。逆に真ん中より下に出ている日は返済が行われていますよというタイミングです。そしてベージュの面グラフになっているものがこの貸し出し株数の累積ですね。
その時点でどれくらい積み上がっているかというのを示したものです。そうすると、横軸5月末から6月11日まで取っていますけれども、最後にモルガン・スタンレーが目標株価を引き上げたのが6月の6日。そしてこのタイミングでゴールドマン・サックスがバックに空売り業者がいるのか、はたまた自分でやっているのかわかりませんけれども、ここを仲介にする株の貸し出しというのが非常に大きな数量で行われています。そして週明け6月10日には反対に下方向に大きな青の棒グラフ、つまり6月6日に借りてきたものほとんどを返済していると、株価が押し下がったタイミングですね。ゴールドマン・サックスがレーティングを引き下げ行って株価が下がったタイミングで綺麗に6月6日のほぼ同数を返済しているという形です。こんなことは日常茶飯事に行われているのかもしれませんけれども、こういった事象が長期投資に向いているような銘柄、つまり配当利回りの高い銘柄であったり、花王のような安定配当、連続増配を行っている、あるいは減配していないような銘柄というところで、こういった不自然な動きをされるのであれば、下がったところというのは、当該銘柄の業績に関わるニュースがないのであれば、非常に魅力的な下げ方になってくるわけです。スーパーのお肉に 5% の割引シールが貼られた、そんなイメージに近いかと思います。ということで、先週はレーザーテックに対する空売り機関の悪質なやり方、それをシティが仲介しているんではないかと、そういった金融機関の汚いやり口というところに少し敏感になっていたので、その直後に花王の中でこういった動きがあったので、今回ご紹介させていただきました。少しでも面白いなと感じていただけましたら、高評価、チャンネル登録していただいて、今後も当チャンネルの動画お楽しみいただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。